グラフィックデザイナーであろうと、もう動画ぐらいは作れないとですね、もう今お話にならないと思いますので、無料だけでね、おしゃれなものができると思わない方が正直いいですね。皆さんこんにちは、アミティ先生です。前回の動画でですね、iPad を買ってすぐ入れるべきアプリ、お仕事編ということでですね、たくさんアプリを紹介したんですけれども、今日はクリエイティブ編ということでですね、私が初心者に向けておすすめアプリをたくさん紹介していきたいと思います。で、クリエイターって言ってもいろんなクリエイターがいますね。動画編集もいれば、イラスト描く人もいるし、写真もいるし、あと 3D とか AI とかね、最近流行ってますけど、いろんなクリエイターがいるので、その中でもね、ちょっとそこは絞らなきゃいけないなと思って、グラフィックデザイナーのクリエイター向けにお話ししていこうかなと思います。もともと私がですね、グラフィックデザイナーだったっていうのもありますね。グラフィックデザイナーとは、写真、動画、絵画、イラスト、文字などを同一画面に構成する人。中心的な任務は、情報を視覚的に第三者へ伝えることである。ということでやっていきたいと思います。まず一つ目、プロクリエイトでございます。もうプロクリエイトはアミティ先生の動画を見てる人だったら知らないとは言わせません。この動画を初めて見てくださった方、こんにちは。プロクリエイトっていうですね、もう紙アプリ、イラスト紙アプリがあるんですけども、全世界の人が愛用している、初心者からプロまでいろんなイラストが描けます。こちらアミティ先生の本ですね。プロクリエイトイラストテクニックっていう本を出させてもらったんですけど、ここにですね、いろんなイラストの描き方を載せております。こんな感じで可愛いキャラクターのイラストだったりとか、建築のイラスト、あとはこういうポスターみたいなイラストもできるし、もうありとあらゆるいろんなことができます。もうアミティ先生みたいにね、はい、こちらの見えますか？見えてますか？こちらのお尻のイラストですね。こういう水彩ブラシっていうのがあるんですよ。あ、もしかしたらこれあれかな？YouTube でバン食らうやつかな。ちょっと待って。もしかしたら1個前のお仕事のやつとかもバン食らってるかも。バン食らってるかもしれない。なんかね、お尻を出すとダメらしいですね。YouTube は。ちょっと控えさせていただきましたけど、こんな感じのですね、はい、水彩みたいなイラストはプロクリエイトで描けるということで、はい、ぜひですね、プロクリエイト2000円でございます。買い切りアプリなので、これはもう絶対言った方がいいと思います。はい、続きまして、ノートアプリです。グッドノーツでございます。これはですね、お仕事編でも一番最初に紹介させてもらったんですけど、グッドノーツっていうのはノートアプリですね。議事録取ったり、赤入れしたりとか、あとなんかメモ取ったり。で、私はそのクリエイティブ的な使い方をしてて、一つはそのディレクションですね。ここもうちょっと綺麗に直してとか、ここ黄色の方がいいよとか、なんかそういうクリエイティブディレクションをするために、グッドノーツを使ってたりとか、あとはちょっとしたバナーとかもうグッドノーツで作っちゃうこととかもありますね。本当にそういう、サムネみたいなものも作れてしまいますね。あと蛍光ペンとかね、それをうまく使いこなすとですね、ちょっと可愛いイラストとかも描けたりしますね。あとはなんか履歴書を書いたりとか、あとはストーリーボードって皆さんわかりますか？こう絵コンテみたいな感じですね。絵コンテとかもグッドノーツで書けます。はい、こちらアミティ先生のグッドノーツの本でございますね。グッドノーツの本とプロクリエイトの本とね2冊、あと2冊で全部で4冊出してるんですけれども、今回ランキングに入れたのはこの2冊ですね。はい、もうこれの2つでももはやいいんではないかぐらい、この2つが、iPad の王者と私は思ってますね。これもね、まだ手に取ってない人はぜひ買ってもらえると嬉しいなと思います。はい、続きまして、コンセプトでございます。これもですね、お仕事編のところにも入れましたね。コンセプトは無限キャンバスでございます。ノートに端っこがない、ひたすら書いていけるアプリなんですけれども、私はですね、アイデア出しとかを使うときにめちゃくちゃ使えます。というか絶対に使えます。まず、アイデア出しをしてから絵を描くんです。直接プロクリエイトっていかないんですよ。まずコンセプトでネタを考えます。こういう感じにしたらいい、なんか受けるかなとか、全体バランスはこんな感じかなとか、コンセプトで一回全部考えるんです。で、それをプロクリエイトとか違うお絵描きアプリとかに持っていって描くって感じです。いきなりプロクリエイトとかで書き始めるとなんか手が止まったりとかうまく書けなかったりするんですよ。なので下書き段階として
コンセプトを使ってるっていうような感じですね。筆もたくさん種類があって、色もカラーめちゃくちゃ綺麗に出ます。あとレイヤー機能もあるし、なんか図形ツールみたいなのもあってですね、筆もね、めちゃくちゃ水彩のブラシとかもあるんですけど、なんとこれはですね、ベクターアプリなんですよ。このコンセプトっていうのは。わかります？ベクターアプリ。変形ができるんです。なので、普通にね、ペンで書いたら、後からこう変形させることってなかなか難しいんですけど、コンセプトはキュッてやったら簡単に変形できて、で、変形した後も、解像度がそのままなんですよ。普通変形をかけるとですね、画像がどんどんガビガビに荒くなっていくんですけれども、ベクターツールで変形をかけるとガビガビにならないんです。それがコンセプトでございます。コンセプトの中で絵を描いてしまってもいいんです。ただ私はプロクリエイトの方がなんか描き慣れてるし、完成図を作るのはプロクリエイトがいいから、最終的にはプロクリエイトを持っていきますけど、コンセプトで完成させるっていうのも全然ありですので、それぐらい、ノートアプリとしても使えるし、クリエイティブのお絵描きをするアプリとしてもすごく充実してるのがコンセプトです。プラスアルファでなんかツールを使いたいなと思ったら500円の課金がいるんですけど、クリエイターの方は絶対課金した方がいいです。何の課金した方がいいかって言われたらコンセプト。次、紹介するやつ。キャンバでございますね。はい、続いていきましょう。キャンバでございます。キャンバもお仕事系のアプリでも紹介しましたね。キャンバは何かっていうと、グラフィックデザインのサムネとかポスターとかチラシとか名刺とか、そういうのが簡単に作れるアプリです。キャンバの中にテンプレートっていうのがすごいたくさんあるんですけど、そのテンプレートで自分が、いいなって思ったのをまずポチってタッチするんですよね。じゃあ、ここの写真のところだけを自分のに変えようとか、じゃあテキストのところを変えようみたいな感じで、ちょっとだけこう自分のものに変えていって、で、最終的におしゃれなバナーとか、ポスターを作るっていうものなんですね。なので、01ができない人ですね。何もない白ベースのところから作るのができないっていうクリエイターの方は、キャンバーを使った方がいいです。01がやりたい人はちょっとですね、別のアプリに、次紹介するやつに行ってほしいんですけれども、このキャンバーの課金っていうのがあるんです。無料でもめちゃくちゃ使えるんですけど、課金が1000円だったかな ?1500 円だったかなそれぐらいかかるんですけど、ちょっとね、高いって思うじゃないですか。月額なんでちょっと高いかなって思うかもしれないんですけど、本当にキャンバーね、新しい機能をめちゃくちゃたくさん入れてきて、そのたくさん入れてくるたびにそれが使えるんですよね、常に。なので、この前ウェブサイトの作り方っていうことで、キャンバ上でもウェブサイトで作れてしまうんですよね。で、そのウェブサイトを作るってなった時に、もっともっとカスタマイズしたいとか、ってなった時に有料課金をする必要があるんですけど、やっぱりちょっともうワンランク上のクリエイティブを目指している人は課金した方がいいと思います。無料だけでね、おしゃれなものができると思わない方が正直いいですね。いいものを作りたいと思ったらですね、1000円、2000円は安いと思って、課金してください。はい、続きましてですね、アフィニティデザイナーです。これね、ちょっと中級者向けというか、1個レベル上なんですけれども、キャンバのレベルアップバージョンだと思ってください。さっき言ったキャンバは01ができない人向けのアプリなんですけど、アフィニティデザイナーは01をやりたい人ですね。例えば、Adobe で言うと、イラストレーターとか、Photoshop とかがそれに当たります。もう最初にね、白いキャンバスが出てきて、そこにね、こういろんな、背景乗っけて、写真乗っけて、テキスト乗っけてってしていくんですけど、やっぱね、最初ちょっとそれ難しいっていう人結構いるかなと思います。それもね、ちょっと練習だと思って、私はやった方がいいなと思いますね。私の時代はそのキャンバとかというものがなかったので、もうそこをさ、覚えるしかなかったんですよ。いろんなものを見まくって、真似してね、これはどうやったら作れるんだろうっていろいろ調べて、で、その、フォトショップとかイラレとかで作るんですけれども、やっぱそういうことはね、できるだけした方がいい。で、どうやってやるかっていうと、じゃあキャンバでおしゃれなテンプレ見つけるでしょ。じゃあそれをキャンバでやるんじゃなくて、アフィニティデザイナーでやるんですよ。それをこう見よう見まねで自分で作ってみると。そうしていくとちょっとずつレベルが上がっていくので、レベルアップしたい人はアフィニティデザイナーを使った方がいいと思います。では続きまして、ライトルームでございます。これ写真のアプリですね。写真の色調整だったりとか、ロー現像をね、するアプリになるんですけれども、もう大変重宝してます。もう、ライトルーム使い始めて10年ぐらいにはなるんじゃないかな。写真ね、大量に撮るでしょ？それをライトルームにもう全部上げていくんですよ。で、そのやり方ね、以前紹介したので、これぜひよかったら見てください。自分が撮った大量の写真をもうゴミみたいにならないように、ちゃんと保管する方法っていうのがね、あるので、それよかったら見てほしいんですけど、その管理もできるし、色調整とかもできるっていうすごくいいアプリです。
はい、ライトルームでございました。続きまして、Pinterest でございます。Pinterest はアイデアをね、収集するためのアプリです。これもかなりもう有名になってきているので、知らない人いないんじゃないかなってぐらいなんですけれども、デザインを作る上で一番大事なのがリサーチなんですよね。考えるところが一番大事です。で、何かを作りたいなって思った時に、さっき言ったいきなりやるんじゃなくて、それこそ下書きとかね、いろいろ考える作業が大事です。さっき言ったコンセプトはあるでしょ？その前にピンタレストが来ます。だからピンタレストでアイデア収集、コンセプトで下書き、プロクリエイトでフィニッシュでございます。これが私のいつもやるワークフローなんですけど、なのでとりあえずなんかプロジェクトがスタートするって思ったら、とりあえずピンタレストブワーって見て、でいいなって思ったのを保存して、それをこうコンセプトに貼っていくんですよ。でそれでアイデアが完成していくっていうような感じになるんですよね。伝わりますかね？すいません、これねちょっとまたしっかりね説明したいなとは思っているんですけど、基本的にはその流れでやってますので、アイデアをいろいろねインプットしたいときは Pinterest をぜひ使ってみてください。で、最後、キャップカットでございます。こちら動画編集のアプリですね。グラフィックデザイナーであろうと、もう動画はちょっとした動画ぐらいは作れないとですね、もう今お話にならないと思いますのではい、ちょっと辛口ですけれども、ちょっとした動画編集はできるようになってください。で、一番ライトなのがキャップカットかな。キャップカットはね、音、その BGM とかが著作権フリーではなかったりするので、ちょっとそこがね、物議を醸すところではあるんですけれども、それを置いといて、カットとか、なんかスピード調整とか、フィルターとか、なんかエフェクトとかいろいろあるんですけど、それがもう圧倒的にキャップカットは優れてますね。まずそんなにしていいかわからないっていう人はですね、キャップカット開いてもらって動画差し込んで、ブチブチってなんかいろいろボタン触ってたらですね、なんかいい感じの動画になりますので、はい、そういうことでですね、キャップカットを入れました。はい、ということで今日は以上でございます。もうクリエイター編となるとですね、もう舌が回るひたすら喋ってしまいましたね。お仕事編の時はですね、私そこまでオフィス系の人間ではないので、ちょっとかしこまって大丈夫かなとか思いながら喋ってたんですけれども、はい、クリエイター向けはですね、もうはい、私の本命ということで、たくさん喋らせていただきました。なんかこのアプリおすすめだよとか、初心者向けにこういうのいいんじゃないとかあれば、ぜひコメントでね、教えてもらえると嬉しいです。はい、ということで今日は以上です。バイバーイ。